はい、薩摩人研究会代表の清川です。ですね、前回、背中に背負った忍者と、バット法やりましたね。バットノート法。一応あれっていうのは、ファンタジーみたいな、演劇とか映画とか、実際やる、ノートバット法っていうわけではない。ああいうことをやるっていうのは多分他にはないと思うんだけれども、なんだけれども、今回はちゃんと実践に即したノート法、バット法を何種類かちょっと紹介していこうと思います。実際にやるやつね、を紹介していこうと思います。今、普段着にちょっと刀刺したところなんですけれども、時代祭り、地方とか、鎧を着たりとか、時代装束を着たりとかして、甲冑行列、武者行列で出てくる人たちいますよね。で、時々パフォーマンスで刀を抜くっていうことがあったりとかするんですけれども、一般の人たち初めて時代祭りとかは出演とかされるんだけど、刀の抜き方がわからない。刀抜くんだけど鎧を着てるとどうしても抜けないって方がいらっしゃったりとかして、でその時はこういった形で、鎧着た時、これ鎧着てると思ってくださいね。今ね、鎧着てると思ってください。こんな感じで鎧着た時対等してると思います。で抜く時は一般の人たちがねよくやりがちなのが、居合のバット法をよく見てて、その通りに抜いちゃおうっていう。どういうことかっていうと、こんな感じですよ。前に抜いてもうそのまま相手に切りつける感じでバットをしてしまう。そうなってくると鎧着てるとなかなか慣れてる人じゃないとそういうことはできないから、普通の方たちに、刀抜きましょうって言われたら、刀持ちます、恋口を切ります。恋口、この鞘の口のところ、恋口っていうんだけれども、恋口を切るっていうのは、刀収めてますよね。親指でつばのところを押し出すことを恋口を切るっていう。恋口を切ってから上に抜いていきます。上にこんな感じ、上に抜きます。こうじゃないですよ。もう刀抜くって言ったら、どうしても一般の人たちっていうのはもう抜刀術のイメージがあるから、初めて刀持ちました、対等しました、で刀抜いてくださいって言うと、どうしても前の方に抜こうとする方、これ絶対抜けないから、初めての人とか慣れてない、特に甲冑とか着てると全く抜けなくなっちゃうんで、初めて甲冑着ました、で初めて刀抜きます、ノートを抜刀しますって方は、上の方に刀を、やって恋口を切って、でそこから抜く。収める時も背中の方ね、人差し指と親指で挟んで、スーッと入れながら、切れたところでストンって鞘の中に入っちゃうの、切っ先。あとはもうそれを収める。で欲を言えば、この鞘の方を迎えに行ってあげると綺麗です。迎えに行って、ただ刀をこっちに入れるんじゃなくて、鞘を迎えに行ってあげる、で収める。こうすると綺麗です。欲を言えばね。だから初めてやる甲冑を着る人がノートを抜刀するときは、前とか居合の刀の抜き方じゃなくて、普通に恋口を切ります。上に抜きます。で収めるときは鞘を持って、もうちょっと近づくか、鞘を持って人差し指と親指2本の指で鞘の先っちょの方に当てる感じ。刀の背中側ね。で人差し指と親指で挟みながら、人差し指と親指で挟みながらスーッとずらしていっていく。
とこんな感じ。ストンって切っ先が中に入ってくるので、ちょっと手やらない見せますね。でもちょっとガイドしないとあれか。スーっていくとストンって入るんですよ。おっとっとごめんなさい。スーっていくとストンって入る。今ちょっとガイドがないから難しいけど、ストンって入る。そしたら鞘を迎えに行ってあげると綺麗で収める。これが一般的な刀の抜き方、収め方になります。で、あとはね、それこそせっかく刀を持ったんだから居合のようなことがしたいっていうんだったら、まず基本はね、横に10払い、うちら10払いって鹿児島人間だから銅のこと10、10払い胴払いになるんだけれども、刀をまず寝せます。寝せて恋口を切って、そこから相手の胴に向かって切る。で収めるときは鞘を元に戻して、でさっき見せましたね、同じような形で収める。前に見てやりますね。刀持ちます。見せます。で恋口切ります。切ります。で鞘を元に戻して収める。こんな感じ。横に切るときはね、恋口を切るのが先か寝せるのが先かっていうの、またそこら辺ね、考え方の違い、流派によってまた考え方が違ったりとかするんで、どこも所属してない方はやりやすい方で、初めに恋口を切るのか、横に寝せてから恋口を切るのかっていう、そこはもうやりやすいようでいいと思います。どこの流派にも所属してない方はね、流派とかに所属している方はもうその通りにやってください。で、あとは何かな、恋口の切り方、ちょっとこれ見づらいんだけど、上に切っ先、刃があるわけでしょ。これ内刀だから刃が上にある。これが太刀とかだったら逆に吊るしてる状態だから刃が下にあるわけね。それとはまた別なんで、今回内刀なんで、恋口の切り方はまっすぐ切る方法と、上に乗っけてね、真上、もうちょうど刃の真上に親指当てて押し出す感じと、これだとやっぱり親指切っちゃうよねっていう考えの流派もあって、ちょっと横にずらした感じ。ちょっと声見やすい、声やらないよ。刃のある部分からちょっと内側、こんな感じで親指をちょっとずらす感じで押し出すところがあります。そこはもう自分の考えやりやすいようで。で、あと流派に属している方は先生にちょっと聞きながら、これどうするんですか、上なんですか、斜め上なんですか、そこは切りながら聞いた方がいいですね。で、今普通の抜き方やりました。居合術の胴払いの抜き方やりました。次は縦切り。鹿児島だからすっぺん剣とかやったけどこれ剣がちょっとわからないから、空竹、真正面から切るやつね。真正面から切るやつは初めのまた抜き方に近いです。上に持ってきて恋口を切りながら鞘を引きながら切る。横見せますね。空竹に切っています。空竹に真正面に切ります。横から見せますね。恋口を切ります。恋口切って下から半分、掴むところを取る感じで、ましょう、まっすぐ、で収めるときは人差し指、親指をしながらスーッ入れて収める、これが真正面からの切り方。で、あともう一つね、これも居合術の方から聞いた技なんだけれども、
1回転切ってで切るという技。これはね、ちょっとよくわかんない。下から抜いて、こういう口切ります。で、下から抜いて、くるんと回して切る。で、もう収めるときは普通に収める。下から抜いていって、フェイントなのかな、なんのかな、ちょっとこれね、個人的にはよくわからないんだけども、この抜き方っていうのはやっぱり下から、刀っていうのはこういう形で内側の場合刃があるからね、こういった形で反ってるんで、下からいくような感じで切る。自分はこの技をほらちゃんとしたところで、学んでないからどういった実践性があるっていうのがちょっとよくわからないんだけど、こういった抜き方もある。あとはもう斜めとかでつまみ返しみたいな感じで逆傾斜できるときはそれこそ斜めに、自分だったらまたこういう口切りだ、自分だったらこういう口を切ってから斜めに向けて、そこから進めながら切ってしまう。でもすぐ、収めないといけないから、すぐ普通に戻して、逆下駄ね、こういう口切ります。切るイメージをしながら、刀の向きを左の手元でコントロールして、そこからもう鞘も引きながら切って。よく言えばもうちゃんとこのままやったら戻すときにスパーンって反対の方向で入っちゃうとおかしいんで、戻したら即これ戻した方がいいね。戻してそこから空丈でもいいし、上から来たらもう横からガサッと切っちゃって、で戻してっていう形になってきます。今日何種類やったら普通のノートバット法、で横のこれはこれだけだとね、10番ドバライの、バット法で、空丈のバット法、ちょっとこれがよくわからないんだけど、上に持ってきてフェイントの意味なのかな、居合の人たちがよくやるんだよね。こんな感じで戻すときは必ず抜いたらすぐ最後の方はちゃんと刃が上に来るように戻しておくっていうのを癖づけておく。ないと下にした時にさあ戻そうってなった時に反対側に入れちゃって鞘が割れるっていう可能性が出てくるんで、抜いたら即鞘は戻しておくっていうのを癖づけておくといいです。とあと最後があれか、逆下駄の抜き方だね。その時もできたら、今ちょっと自分忘れちゃったけど、こういう口切ります。寝せます。逆下駄で切ります。ですぐ戻す。これ必ず癖つける。で、皮だけでもいいし、毛先でもいいし、切ってしまうという感じですね。今日4日かな。ノートフォーマットをやってみました。よかったら真似していただければありがたいですということでね。あとはちょっとここどうするのと、この武器の使い方どうするのとか、
何か質問とかっていうのはコメント欄とかに入れていただけるとありがたいです。ということで、さすま忍者研究会代表の京中でした。またよろしくお願いします。